はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月24日満月から3月10日新月までの流れをタロットで見てみたいと思います。お願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。吊るし人。ワンドの8ですね。ワンド7逆、ソードクイーン、そしてペンタクルス10の逆、そして、カップ7の逆そしてですねワンドの9ですね。対策や気をつけることや節制とカップ9、オラクルははいソード7の逆です。そうですか。今この時期って星で見るとすごくこう友達と会いやすかったりとかコミュニケーションが活発になりやすかったり自分のアイデアが湧きやすいとかちょっとこう行動力が増す時なんですが、今カードで見るとすいません、出だしが吊るし人になっていてなんか身動きが取れないって思っているんですが、それはおそらくですねご自身の頭の中ではもっとこうしたいとかもっとこうすべきだみたいな思いがあり、それに対して自分は動けてないというだけで実際は動けている、それなりに自分なりに動いているけれども自分の理想とする状態までは動けていないんだと。でそれに対してもっとなんか自分を叱咤激励しているみたいなどこかで自分を責めているみたいな感じがしました。でこの2月すいません2月24日の満月っていうのはそういうすごくねヤギ座の皆さんにとってはアイデアが湧きやすかったり本当にこう知性は活発に働く時なんですね。でそうなると、知性が活発に働く時だからこそ頭の中ばっかりでいろんなことを想定して繰り広げていて、ああでもこうなるわとかああするわとかこう考えていて実際の行動がなかなか追いついていないというふうにご自身で思ってらっしゃるのかなと思ったんです。そしてなんだかただねご自身はそんな思うほど動けてないと思ってらっしゃるかもしれないんですけど、実は状況は動いてるよっていう形があるので、どこか遠方に行く機会があったりどこかに呼ばれてるような気がするみたいな形でね、自分もどっかに行きたいなと思ったり、こう状況や環境っていうのは自分が思ってる以上に動いてませんかって感じがしました。でその中で自分がうまく立ち振る舞えるかどうかということばかりを気にして思うように動けていないっていう感じがしたんですね。もう状況は流れている、そしてチャンスもある、そして今自分自身には動く力もあるしバイタリティもあるってなったら好きなようにやったらいいんですけれども、なんとなくその自分が理想とする形の動き方じゃないならやらないとかっていう形で何か自分で自分にブレーキをかけているような気がしました。ただこの時期カードから言われているのはご自身で自分のことをどう思おうとどのように行動を制限しようと状況は満たされていますよっていう形で言われてるんですね。気がついたら周りには仲間がいっぱいいるじゃないかとか、自分を支持してくれる人もいるじゃないかとか、これまでやってきたことを認めてくれる人もいるじゃないかみたいな形で周りは実はすごく豊かにこのヤギ座の皆さんを応援してるなっていう感じがします。でそこからこのね24日以降なんですけど、24日が一番満月でエネルギーでピークに自分へのこう批判意識とかが強くなりそうな時なので、そこを過ぎたら少し緩やかになっていくんですけども、なので少しね自分が今置かれてる自分のそうだそうだって前に比べたらこんなにできてるっていうことを思い出していただきたいのと、そしてここからですねちょうどね3月のメッセージはまた LINE でお届けするんですけれども、こう3月ってこう夢が膨らんだりとかなんとなくこう無理だと思ってたものがこう解けていて、自分のこう固定概念も解けていって新しい可能性がこう見えてくるねっていう感じの時なので、なんとなくそんなことをねヤギ座の皆さんも感じると思うんです。あれもいいなこれもいいなっていうこれからの未来みたいな思いが強くなって、ただそれがすぐになんか一瞬で叶うというよりは順序立てて現実化していく流れがあるので、その中でまず一つ
この3月10日までに一つ何かをクリアにしようという意識で取り組まれていくみたいです。で本当に気をつけていただきたいのはですね、なんか全然できてないとか、こう自分の理想とする状況じゃないっていうところにばっかりフォーカスをしないようにして、今自分ができていること、すでにやってきたことにも自分を褒めてあげてくださいねっていうふうに言われています。っていうのはやっぱりこの対策のところでやっぱり節制が出るっていうのはすごくいいことなんですね。節制っていうのは現在地から未来でもいいですし、物質的なものと精神的なものでもいいですし、何かこう自分が手が届かないと思っていたところまでちゃんと手が届いてるよとかつながってるよっていう意味もあったりします。そしてそういった理想を掲げることで今の自分とバランスをとってちゃんとつながってやっていけてるんだよっていう意味もありますし、もう一つはカップの9ということで、本当にこれはウィッシュカードで喜んでくださいねって、今ある喜びを喜んでくださいねっていうメッセージです。でこれ想定外の喜びのカードでもあるので、なんとなく今ご自身が考えている感じている、もっと自分はこうしなくっちゃっていう意識から今までやってきたことを自分で認めて許すことによってすごく喜びが舞い込んでくるっていうのかな、喜びが本当にここにあった喜びが見えるみたいな感じがあります。とても幸せです、これは。なのでぜひこれをね感じてみてくださいね。そしてオラクルが創造の7ということで、これはどこか何かに引け目を感じているって感じがするんですね。引け目を感じている、なんていうんですかね、なんだかこう全体を通してなんですけれど誰かのジャッジというか、誰かからの判断をすごく気にして、本当は自分はこっちに行きたいんだけれどもこっちのこと頑張らなきゃいけないよねみたいな、そんな感じもあるんですね。ですからなんとなくこう自分がやろうとしていること、やりたいことと他の人の、目を気にしてちょっと様子を見ている、周りに合わせている自分っていうのが存在するのかなと思うんですけども、言ってもですね、この2月24日から3月10日の2週間って本当に好奇心も旺盛だし、こうアイデアとかとにかく考えがすごくこう膨らむ時なんですね。なので余計に考えすぎて想定外の、他の人そんなこと全く思ってないのにきっと周りはそういうふうに思ってるんじゃないかみたいに想像力も働きすぎる傾向もあるかもしれないので、現実的にとにかく自分が、今やってること十分やってるじゃないか、十分今日も息したじゃないかぐらいの感覚でやってください。何かこう功績を上げるとかっていうだけではなく、十分今日も豊かに過ごしたわとか、誰かに対して優しくできたわとか、誰かと関わって嬉しかったなとか、そういうのだけで十分っていう感じはします。でそうしてると必要に応じて次の流れが来るよっていう形なので、せっかくね今なんか柳田さんすごいいい橋がかかろうとしてるっていう感じがあるので、まずは絶対に自分を責めずに喜びの方に意識を合わせるようにしてください。そしてちょっとこのオラクル見てみますねはい、カップの9また出ました逆位置ですけどまた出ました。ジャッジメントにカップの9っていうのは本当に復活とか願ってきたことがやっと叶うとか、もう本当に思ってもみなかった喜びみたいな感じのカードなので、実際これを感じられる可能性があるってことですよね。であるんだけど、ずっとこれじゃダメだ、このままじゃダメなんだ、自分にはそれをする資格がないみたいな、そのなんかどっからか来るその制限みたいなもの、声をちょっと横に置いて、今自分がやっていることに誇りを持つとか、自分で自分のことを褒めるようにしていただくと、これをねすごく感じるんじゃないかと思います。なんかこう一皮むけるみたいな感じがあるかもしれないですね。はい、ちょっともうちょっと別のカードでも見てみますね。ちょっと気をつけることを見てみます。私の中で気をつけることはこれかなと思ったんですけど、一応ね見てみますね。セルフセラピーカードで柳沢さん、はい、無価値観っていうカードが出ましたね。無価値観っていうのは、これは他の人が大きく見えて自分は小さいみたいな、そんな感じなんですよね。でちょうど本当に今このね冥王星とか火星とか金星とかが自分の価値っていうところにあるので、本当は深いところにある自分の価値っていうのがググググッと出ようとしてるんですけども、じゃあそれを思いっきりバーンと出すかっていうと、頭でめちゃくちゃ考えて、リスクがないように考えてってしてるうちに、私全然できてないみたいな感じで思いそうですけど、いやまずは
今のこの自分がどう見えていようと、自分で自分のことどう見えていようと、今の自分を褒める。自分にも今ここに存在する価値があるからこそ存在してるんだっていうような感覚で見てみてください、自分のことをね。そしてどうすべきかね。はい、リーダーシップっていうカードが出てますので、もっと自分の意見を言っていってもいいということですね。気を使いすぎずに、自分はこう思いますっていうことを言っていってもいいということですね。でそれに対してもしかして誰かから「いやいやちょっと待ってください」とか言われたとしても、それは決して批判ではなく、お互いの意見を言ってるだけって感じがします。そして今後与えられるギフトはって言った時にサクセスって出てますので、やっぱり何かしらとってもいい橋がかかるって感じがしますね。何なんでしょうね、こう願っていたことが叶うことか、これもそうなんですけど、なんかこう本当に殻を破って本来の自分が出てきてるみたいな、そんな感じもするので、とてもいいなんて言うんでしょうね、魂の進化があるのかなって感じです。でもそれって目に見えないものだから自分でそう認めるしかないんですけれども、それがね起こりそうですよね。おう、神の子というカードが出ました。違う世界に行くみたいな感じです。これは違う世界に行く。どんな世界からどんな世界に行くかっていうと、自分で自分を苦しめていたこの鎖のような雪景色の世界から暖かい春の世界に行くよっていうことで、やっぱり何でしょうね、流れはものすごく応援してます。でも柳座さんの意識だけが自分で自分のことをそれを許してないって感じがするので、ぜひ溶かしてください。この春の暖かい陽気とともに自分の意識を溶かして今の自分の喜びを感じてみてください。はい、ということでちょっと現実的なこと全然言わなかったですけど、今回はここまでにさせていただきます。何かしら当てはめてね考えてください。はい、ということでありがとうございました。また次回3月10日までにアップしたいと思うんですが、この間ちょっと余談ですけれども、この間タロットのねオフ会をしたんですね。すごく楽しくて、そして盛り上がって、で3月は3月で、先生術のまた勉強会とかオフ会をして、で4月は個人鑑定をしようと思っています。で個人鑑定はどうしてもねメンバーシップの方が優先になってしまうんですけれども、少ない枠しか取れないんですけれども、どなたかね皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。おそらく東京でやろうかなと思ってます。はい、ということでまたお知らせしますね。ご興味ある方は LINE への登録もお待ちしております。ということでありがとうございました。いい時間にしてください。失礼します。